内見の場所まで来たんですけど、オーナーさんが一向に来なくて、着いたけどどこにいるっていうメッセージから一向に返信が来なくなってしまった。なんで？フィンランド8月の終わり、長いようで短かったワーカウェイを終えて、今日再びヘルシンキへ戻ります。こんなところで生活をしていました。ちょっと私がいた時は自分が使いやすいように場所を変えたりしていたんですが、こんな感じで窓から差し込む光で朝起きてました。ここにね、暖炉があって、ここで最近はもう本当に寒くていられなかったので、この薪をくべて火を起こして、部屋を温めてから眠っていました。良き日々でした。ここからの眺めが本当に好きでした。河原や湖畔の水辺って心が不思議と落ち着きます。大変だったことも楽しかったことも、数々の思い出を反芻しながらバスに揺られてヘルシンキへ。ずっと自然に囲まれた場所で暮らしていたので、人がたくさん暮らしている街に出ただけでなんだかワクワクしてきます。今日から本格的に家探し。図書館にこもって作業をするので、お弁当を持っていきます。最近お気に入りのスーパーのカフェラテもゲットして、木々が色づいて黄色になってきてる。もう秋です。おはようございます。今日は8月末です。ヘルシンキに戻ってきました。滞在させていただいていたワーカーウェイ先のコテージが電気もないところだったので、毎晩暖炉を火を起こして温めてたんですけど、やっぱりちょっと9月は乗り越えられなさそうということで、ヘルシンキに戻ってもう腰を据えて自分のお部屋を探そうということで戻ってきました。昨日ちょっと食べ過ぎてしまって、久々に自分でスーパーマーケットに行って自分の食べたいものを好きなだけこう買って食べていたら、本当に暴食してしまって、夜中胃痛で起きたんですけど、大谷さんに助けられました。本当に気をつけなきゃ。なので今日の朝ごはんはカフェラテにしました。でもこのカフェラテ S マーケットっていうフィンランドではいくつか S マーケット、K マーケットとかスーパーマーケットがあるんですけど、その中の S マーケットのコーヒーメーカー、日本でいうセブンイレブンみたいな感じで買えるんですけど、めっちゃ安くて、この一番小さいので 1.5 ドルかなで、カフェラテとっても美味しいです。セブンに負けてないおすすめです。もしちょっとカフェに行くには高いし、でも朝一杯美味しいコーヒーカフェラテが飲みたいっていう人は、S マーケット行ってみてください。私も自分の部屋が見つかったら、エスプレッソマシン、銀色のよくあるこうポットみたいなやつをセカンドハンドショップとかで
見つけて、毎朝カフェラテを自分で作りたいなと思ってるんですけど、その前に部屋探し、部屋が見つからない見つからないというか、まだ探し始めて数日なので当たり前なんですけど、今日も内見一件かメッセージのやり取りがうまくいけばもう一件いけるかなという感じなんですが、はい、内見に行ってきます。今日も朝から図書館の空いてる8時までちょっと図書館に行って部屋探しを頑張ろうと思います。このワーキングホリデーが始まって2ヶ月ちょうど経った頃で、3ヶ月目に突入ということで、もうたくさん街は冒険したし、フィンランドの優しいご家族にも日々の生活に加えていただいて、フィンランドの方の生活を体験させていただいて、いろんなことがやっとこうフィンランドのことをちょっとずつ知れたので、これからは自分だけの部屋をこうまたささやかに築き上げて積み上げていけたらいいなっていうことで部屋を探しています。そこでね、自分だけの家具とか食器とか、また少しずつ自分のこう毎日見たい景色、生活の風景をちょっとずつこう集めていければいいなということで、今部屋探しを頑張っています。見つかるといいな。これから内見に行ってきます。その前にちょっとお腹が空いたので、スーパーでパンショコラかな、パンを買いました。フィンランドのこういうスーパーに売ってるパンがとっても美味しくて、はい、おやつでよく買っています。これを食べて内見頑張ってこようと思います。いいところだといいな。今雨の中自転車こいで内見の場所まで来たんですけど、オーナーさんが一向に来なくて、メッセージは読んでくれてはいるんですけど、今ドアを開けに行きますって言って、着いたけどどこにいるっていうメッセージから一向に返信が来なくなってしまった。なんで？嘘だったの？結構ちゃんとしたオイコティエっていう物件のサイトから申し込んだっていうか、そこに載ってた人に問い合わせたはずなんですけど、セント多難すぎるんだけど、結局その後も返信が返ってこず、ひとまず近くの図書館でクールダウン。作業の様子を撮ろうとカメラを回しましたが、心ここにあらずな瞬間がたくさん映っていて、なかなか作業が始まらない。異国の地で自分の思うようにいかないことなんてたくさんある。むしろそんな瞬間を楽しんでいきたいと頭では思うけれど、今までの安心安全な自分を守りたい心はそう簡単に変化に順応してはくれないから、時間をかけたり人の言葉を借りたりして、なんとか柔らかく経験が自分の幹を強くしなやかにしてくれることを信じて今を過ごしています。それにしても美しい図書館、こじんまりとしていて親しみやすさもあって、今の家なしの私はフィンランドの開かれた美しい公共図書館たちに大いに助けられています。さて、居候先へ帰って夜ご飯を作って食べるぞ。これは何というんでしょうか。味付きのチキンや野菜たちをトルティーヤで巻いたもの、名もなき料理を日々生み出し続けています。
次の日の朝、なんだか既視感がすごいですが、朝ごはんをもぐもぐ食べてエネルギーチャージして、さて今日も頑張ろう。多分パンオショコラなんですけど、これがもうめちゃくちゃ美味しくて、値段もお手頃だし、またこれを買いたいところではありますが、せっかくなので新しいものを発掘したい。シナモンロールもあります。このなんかドーナツボールみたいなのも気になる。全部美味しそう。どうしよう。大きいクッキーも美味しそう。ちょっと選べない。マフィン美味しそう。おはようございます。今日も京都で、お部屋探しの続きをしていきたいと思います。今ただいま朝の10時9分です。気持ちいい朝。もうフィンランドは秋ですね。すっかり夏は過ぎ去り、今ヒートテックの上下仕込んでおります。朝ごはんも食べたし、お弁当も持ってきているんですが、朝のスナックということで結局パンオショコラとミニドーナツを買ってみました。これを食べて今日一日お部屋探しと内見と、あと編集を頑張ろうと思います。早くお部屋見つけて、秋冬の洋服とかセカンドハンドショップに探しに出かけたいんですけど、その前に部屋探しということで頑張ります。秋冬は黒いレザージャケット、前からずっと欲しいんですけど、見つけられたらなと思っています。昨日は本当になんか変なドタキャンじゃないですけど押されて、すごいちょっと怖かったっていうか、なんかあの後結局メッセージ送っても既読はつくんですけど返信が来なくて、でしばらく30分ぐらい経ったら、私は今あなたを案内しましたっていうか、あなたを内見にご案内しましたみたいなメッセージが来て、と思って、私の洋服の感じとかこういう服着てたんですけど、日本人のその人でしたかって聞いたら、また返信が既読ついてもしばらく来なくて、あなたは友達と2人で来てましたよねみたいな文章が送られてきて、ちょっとなんかメッセージのやり取りも最初の方からたどたどしい英語だったりとか、返信うまくメッセージもやり取りができてなかったので、ちょっとこのままもしお部屋がすごく良くて契約が結べても、そういう契約の質問だったりとかお部屋のことだったりとかのやり取りがうまくいかないなと思ったので、潔く諦めました。そこはもう数打ち当たるということで、今日もまた1軒行ってきます。もう今あと内見の予約5件ぐらい入れてるので、たくさん見ていいところを選べればなと思います。大丈夫じゃあどうだろう。今日も頑張れそう。甘いもの食べると頑張れる気がしてくる。見るたびキュンとするお気に入りのキーホルダーたち。シンプルだけど折り紙のように綺麗で使いやすいパソコンケース。クリアな色味やデザインが好きなウォーターボトルやスマホケースにアップルウォッチバンド。どれも決して高価なものではないけれど、時間をかけて吟味して選んだものだったり、出会いのときめきを覚えているものばかりで、そういう自分のお気に入りに囲まれていることが、どこにいても自分を保つお守りのようだなと最近強く感じています。内見に行ってきました。初めてちゃんとしたオーナーに
会えた気がします。内見に行ったのこれで3回目なんですけど、1軒目はシェアハウスだったので、シェアハウスのメンバーに案内してもらって、昨日は謎のすっぽかしがあって、で今日っていう感じなんですけど、ちゃんとしたオーナーさんで説明してくれて簡潔で良かったです。でも狭かったとっても狭くて、あと1階の本当入り口からすぐそばのとこだったので若干心配だなっていうのがあって、ちょっと今回は見送ろうかなと思います。まあでもね、初めてのスタジオ、一人暮らし、シェアじゃない一人暮らし用の部屋は見るのが初めてだったので、こういう感じかっていうのをつかめてよかったです。これすごい美味しくて、リドルっていうスーパーのガリクラスパンなんですけど、あっという間にいつも1本食べきっちゃいます。今日お昼ご飯食べてなかったので、しっかり明日も内見が2つ入っているので、はい、なんとかいいところに巡り合えればいいなと思います。頑張ろう。早くお部屋が欲しい。近所のカフェで始める朝。フィンランドのマックに来ました。なんだっけな、ブラックペッパービーフバーガーです。食べ終わりました。普通にマックでした。あんまり変わんない気がする。普通に美味しかったです。今日内見行ったのは3軒ですね。朝から今2軒見てきて、これからラスト1軒行くところです。いやー、今日はいい日でした昨日初めてちゃんと内見というか一人部屋の内見ができたんですけど、そこはちょっと狭すぎたってお話ししたかなと思うんですが、今日見たところはこちらも広めで良かったですね。20平米以上で、ただちょっとやっぱ気になるところがそれぞれ条件としてあったり、お部屋の中であったりして、ちょっと決め手にかけるっていう2つで、今日見るラスト1個がかなり有力候補ではあるんですけれども、あとはどこを妥協できるかかなと。今日あったいいこと、すごいトイレに行きたかったんですね。乗り継ぎの間で本当に数分しかなくて、であったのがガソリンスタンドで、ガソリンスタンドの中に入ってるなんかちっちゃいコンビニみたいなところなんですけど、なんか普通やっぱりそういうところってお客さん以外はちょっと1ユーロだったり 0.5 ユーロ取られることが多くて、そこも例に漏れずカスタマー以外は1ユーロもらえますみたいなの書いてあったんですけど、お茶にちょっと急いでて先に使わせてもらっていいって言ったら、全然空いてるから行きなきなって言ってくれて、で使わせてもらって、どうやって払えばいいかなって言ったら、もういいよ気にしないでハンバグってって言って送ってくれて、もう本当になんか嬉しかったですなんかそういうちっちゃなことが嬉しいし楽しいなって思えるように、ワーカーウェイから帰ってきて特にそういう風に感じるようになりました。最初ヘルシンキに来たての頃は思った以上にやっぱり東京よりも物も少ないし、情報量も少ないし、街も小さいし、東京ってやっぱり刺激にあふれていたなと、楽しいし美味しいものでいっぱいだったなって思っていて、やっぱり正直ここに来たての頃はほんの少し物足りない感じというか、やっぱりずっとしばらく東京に暮らしてたのもあって、情報だったりそういう楽しいことの飽和状態になっていたんだなっていうことに、ワーカーウェイからヘルシンキに帰ってきてちょっと気づいたというか、ワーカーウェイの何もない、本当に何もないってものすごい美しい自然と優しい家族はいたんですけれども、なんかそういう情報過多じゃない場所から
こうやってヘルシンキに来るとなんかほんとちょっとしたことでも面白いなとか楽しいなっていうのに気づけたりして、こうして部屋探しをしてるだけでも大変なことももちろん多いんですけど、冒険してるような気持ちになって楽しいなと思えるようになった気がしています。なんかフィンランドの人たちってきっともともとやっぱり土俵が日本とはもちろん違う、食べ物とかもすごくこう味が素朴なんですね。全然調味料とかそんなに使わないし、本当ハーブと塩と胡椒で味付けするだけというか、じゃがいもとかもただボイルしたものをみんなそのまま何もつけずに食べたりするし、おやつに人参を子どもたちがかじったりしてるんですね。それがスナックだったりして、なんか本当にシンプルというか、それですごい満たされるんだなっていう、やっぱりねそこの幸せっていう風に感じる元の土壌がすごくシンプルなんだなって、全然日本人とっていうか東京で暮らしてる私とは違うなっていう風に、まだ来て2ヶ月経ってこれから3ヶ月ですけど、今私が感じていることです。みんなね元がシンプルだからやっぱり幸せと感じるハードルがいい意味で低いっていう風に見えますね。今の私の考えなんですけど、今日内見最後1個行って、一応明日もあるんですけど、割と今日の見た3つが有力候補かなと思うので、決めちゃうか、でもやっぱり決め手に欠けるのでどうしようかなって迷いつつ、それも楽しみつつ、これから最後の1個内見に行ってきたいと思います。どうしよう、部屋が決まらない。なんか決め手にかける。部屋は決まりませんが、風景は綺麗です。難しい。日々色づく葉っぱに季節の移ろいを感じたり、朝ラテ時間を楽しんだり、自炊をしたり、居候先の友達のまかないをお裾分けしてもらったり、友達と懐かしの J-POP 祭りをしたり、そんなに手の込んだものじゃないけれど自分で作って食べるを楽しんでみたり、いつもと同じ朝だけどたまに場所を変えて気分を上げてみたりして、そんな風に過ごした8月の終わり、物件探し難航の日々でした。ちょっとマイクを持ってくるのを忘れてしまったので、これで聞こえてるか不安ですが、これから友達とカフェで会う予定があるので、そこまで行く道中ちょっとだけお話ししながらのんびりお散歩がてら歩いていければなと思うんですけれども、結局ですね、お家見つからず今になってしまいまして、契約のお話とかもしてくださったオーナーさん、ちょっとこういう風にしたらどうかなって言ってくださったオーナーさんとかもいらっしゃったんですけど、ちょっとやっぱり不確定なところがあったりして、自分自身もで、やっぱりねお家って期間限定とはいえ結構1年近く住む場所で、しかもフィンランドってこれから長い
冬がやってくるので、必然的にお家にいる時間が長くなると思うんですよね。でそんなたくさん過ごす場所をこんな急いで焦って決めていいのかなっていうのもあって、56軒内見行ったかな。やっぱりここにしちゃおうかな、もうここでいいかなと思ったところもあったんですけど、そんな風に焦って決めるものじゃないなと思って、心がときめかないものに、かなりの金額がやっぱりかかるじゃないですか。住まいってやっぱり高価なお買い物にはなると思うので、お部屋を借りるっていうことは自分がときめく場所にお金を使いたいなと、そして時間も過ごす場所なので時間も使いたいなと思うので、もう焦って決めずに、のんびり探すことにしました。なので今は友達の家に居候させてもらってるんですけれども、そこも今日で終わりなので、明日からちょっとしばらくの間、一時滞在先、旅行者の方だったりバックパッカーの方とかが使う安い宿なんですけど、そこにしばらく泊まりつつ、自分の本当に心が動くような、ここがいいなと思えるような場所に出会うために、たくさん内見をしたり動いて行動していきたいなと思います。でもね、その一時滞在もうちょっと楽しみなところもあって、やっぱり一番はせっかくね、こうして自分のコンフォートゾーンを抜け出していつもと違う場所にいるので、その状況を楽しみつつ、毎日過ごしていけたらいいなと思います。でもやっぱりそういう思考になれたのも、こういう状況もすごい楽しいなって思うようになれたのも、ワーカーウェイでのホームステイした時間が結構自分に影響を与えてるなと思っていて、やっぱりすごく目の前の情報が少なかったり、物も溢れていない、その周りにお店とかもあまりない状態で、今こうしてヘルシンキに戻ってきて、一つ一つのことが面白いというか楽しく感じれるようになった気がしているので、スーパーに行ってこのパンが美味しいんだなって気づいたり、街中で見かけるものとか出来事とか、そういう小さな変化にもすごく楽しいとかワクワクだったり喜びというか、そういうプラスの感情を見出せるようになったのは、ワーカーウェイでの生活が結構、自分にいい影響を与えてくれてるのかなと、最近考える日々です。今日もこれからワーカーウェイに行く直前に出会った友達、一瞬だったんですけど本当に会ったのは、なんかこの子気が合いそうってすごい思って、ワーカーウェイに行ってしばらく会えなくなるの残念だなって思ってたんですけど、今日久しぶりにお茶に誘ってくれたので、楽しみです。とっても部屋はねないけど楽しみなことはいっぱいあるし、自分のペースの取り方、自分で舵を切っていけるように、自分のそういうルーティンじゃないけどを探し続けていけたらいいなと改めて思いました。結構ね、ご飯がキーワードですねご飯、飲み物、やっぱり食べるものって自分を動かすエネルギー源ですから、そういうものを楽しくね摂取していけたらいいなと思います。にしても部屋を見つけたいときめく部屋を見つけたい、出会うために頑張りたいと思います。最後まで見てくださりありがとうございました。皆さんが自分のペースの舵取りをするためにしていることなど、コメントでぜひ教えてくださると嬉しいです。
チャンネル登録や高評価、皆様の足跡が励みになるので、こちらもお待ちしております。今日もそれぞれにとって良い一日となりますように。